ここは宇宙のどこかにある喫茶店。季節のお茶を飲みながら、いつも郷土玩具の話をしている少し変わった店主がいるらしい。月に一度だけオープンするとかしないとか。いらっしゃいませ。店主のわさびです。おやお客さん、前髪に桜の花びらがついていますよ。お花見ですか？すっかり桜の季節になりましたね。花粉も少し落ち着いてきたので、うちのお店でもオープンテラスを始めたんですよ。さあ、どうぞこちらのお席へ。今月のおすすめは、桜茶とうぐいす笛です。お茶という名前ですが、塩漬けの桜の花にお湯を注いで作ることから、桜湯とも呼ばれています。ほら見て、湯飲みの中で桜が咲いているみたいでしょ？だから未来が花開く縁起物として江戸時代から親しまれています。結婚式や結納などお祝いのイベントの定番としても有名なんですよ。うぐいす笛は名前の通りうぐいすという鳥の鳴き声に似た音を出す鳥笛です。鳥笛とは鳥を呼ぶためとか鳥に鳴き声を覚えさせるため、舞台の演出のため、そして鳥の真似をして遊ぶためなど様々な使い方があります。その中でもうぐいす笛は春を知らせる縁起物として、そして郷土玩具として愛されてきました。江戸時代のうぐいす笛は竹を割って作ったとてもシンプルなものでしたが、大正時代や昭和初期になると上に飾りがついたもの、くちばしが動くように細工が施されているもの、土でできた焼き物など様々なデザインが登場しました。中に水を入れて使う水笛も有名です。ではここで問題です。うぐいすの鳴き声はどれでしょう？ 1. コケコッコー。 2. ポッポーポッポー。 3. ほーほけきょ。正解は3. ほーほけきょです。これはオスがメスを呼ぶ時の鳴き声で、2、3月から7月半ばくらいまでしか聞けない期間限定の鳴き声です。うぐいす笛は笛の本体、竹の穴を指で塞いで音を作ります。でも、ほーほけきょの音を出すのは本当に難しい。ちょっと試しに吹いてみましょう。どうですか？ちゃんとほーほけきょって聞こえましたか？なになに？本物を聞かないとわからない？しょうがないですね。じゃあ本物の声も聞いてみましょう。これが本物のほーほけきょです。ではもう一度うぐいす笛のほーほけきょも聞いてみましょう。いやー、まだまだ練習が必要ですね。と言っても、実はうぐいすも生まれた時からほーほけきょと鳴くわけではありません。2月の下旬頃から3月頃まではけきょけきょ
と鳴きます。この後、5月の下旬頃になると、長い音を出せるようになります。今年の5月はとても暑くなると言われているので、もしかするとそれまでに上手なほーほけきょが聞けるかもしれませんね。さて皆さんは春というと何月から何月のイメージですか？気象学から見た一般的な日本の春は3月から5月です。春は別れと出会いの季節とよく言いますが、3月から5月というと、日本では卒業式や入学式が行われる季節、新しい生活の始まりを連想させるこの時期が春として定着しています。ですが、日本の年度というシステム上では4月から6月が春。旧暦ではなんと1月から3月が春なんです。面白いですね。旧暦の1月2月3月といえば、今のカレンダーでは2月の初めから5月の初めを意味します。昔のお正月が立春の季節だったことから、年の初めのことを春と言っていたそうです。新年や立春のお祝いに迎春という字を見たことはありませんか？まさにこれが旧暦の春ということです。これは俳句や和歌の世界でも同じです。伝統的な俳句や和歌のルールでは、その季節を表す言葉、季語を使うんですが、新年を表す季語の中に、初音売りという言葉があります。1月1日の午前中に、うぐいす笛を売り歩くという意味です。これは福島県の風習の一つなんですが、福島ではうぐいす笛のことを初音って呼ぶんです。初音とはうぐいすの初めての音、つまり初鳴きという意味です。初音の音は新しい年、春が来たことを知らせて幸せを招く縁起物として親しまれてきました。お正月の朝に春が来たって言いながら子供たちが笛を吹いて遊んでいた時代を想像すると、なんとも穏やかで幸せな気持ちになります。この風習は江戸時代から昭和中期頃まで続いていたようです。春が来たといえば、実はうぐいすも三春、現在の2月から4月を代表する季語の一つです。長い冬が終わって暖かい春を知らせることから、春告げ鳥とも呼ばれ、運気が上がる幸運のシンボルとしても有名なんです。さて、この春が来たというフレーズには2つ意味があります。一つは言葉通り、寒い季節が過ぎて暖かくなったことを表します。もう一つは、良い知らせが来たという意味です。例えば、受験勉強、就職活動、婚活など、目標に向かって頑張った期間を人生の冬と考え、夢が叶った、目標を達成したことを春と考える比喩表現、つまりメタファーなんです。これは恋人ができたという意味でもよく使われています。日本語の春
という言葉は思春期、青春など人生の芽吹きの時期という意味や、花が咲く、人生の中で一番盛り上がっている時期という意味、そして動植物の繁殖や生育という意味でも使われています。日本語はハイコンテクストだから難しいとよく言われますが、つまりそれは目に見えていることだけではなく、今ここにいる話す人の気持ちや感情などをよく表すことができるという意味でもあります。文脈を理解するのが難しいと感じたとき、新しい言葉を覚えるのが大変だと感じたときは、ぜひウグイスのことを、そして春の意味を思い出してみてください。皆さんのもとにも春告げ鳥が飛んでいきますように。さて、今月のおすすめはいかがでしたか？うぐいす笛、初音は今でも職人さんたちが手作りしています。ぜひ幸せな春、たくさんの幸福を手に入れてくださいね。今月もメンバーシップを継続してくださった皆さん、そして最後まで聞いてくださったそこのあなた、いつも本当にありがとうございます。今月のカレンダーはもうすぐ終了するので、まだゲットしていない人はぜひチェックしてみてくださいね。では、またのご来店をお待ちしております。ビビビー。